源氏物語イラスト役の愛です。この動画では古文速読トレーニングのやり方をお伝えしています。イラスト役本編では原文と現代語訳が流れますので、一語一語照らし合わせて内容を確認し、その後に浮き出るイラスト訳で状況をイメージします。はじめは古語や文法もわからず流し読みする感じかもしれませんが、そのうちに何度も出てくる重要古語や文法事項が頭に入ってくると思います。現代語訳が出てくる前に大まかな訳が浮かぶように、イラスト訳が出てくる前にイメージが湧くように、そこまで解釈できるようになれば古文速読の達人です。イラスト訳はどこからでもいいので、何度も見てトレーニングをしていきましょう。また後半では今回出てきた文法事項や古文常識などを解説していますので、最後までご視聴していただけるととても嬉しいです。それではイラスト訳本編のスタートです。第3条うつせみの第4話、光源氏がうつせみを垣間見る場面です。光源氏はうつせみに夜ばいをかけ一夜を過ごします。しかし彼女は人妻であり、それ以降は彼の求愛を拒み続けます。源氏は彼女に袖にされたのが決まり悪く、弟の小君を使って再度機会を図ろうとします。では、この後の展開、行ってみましょう。なぞ、こうあつきに、この格子は下ろされたる、と問えば、昼より西の御方の渡らせたまいて、ご打たせたもうという。さて、向かい至らんを見ばや、と思いて。やおら、歩み入れて。すだれの狭間に入りたまいぬ。この入りつる格子はまだ刺さねば。暇見ゆるに。よりて西ざまに見通したまえば。この際に立てたる屏風。橋の方押したたまれたるに。紛るべき貴重なども。暑ければにや打ちかけて。糸よく見入れらる。火ちこを灯したり。もやの中柱にそばめる人や我が心かくると。まず目とどめたまえば。
重ね何メリ。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。さて今回、西の御方という新たな登場人物が出てきましたね。小君は東のつまどに源氏を待たせて、自分は南の隅の部屋から格子を開けて中に入りました。どうして暑いのに格子を下ろしているの？小君が聞くと、西の御方がいらっしゃっていて、お二人で囲碁を打ちなさっているので、と女房が答えます。誰が答えたのか書かれていませんが、セッタマオという二重尊敬があることから、ここは女房などの従者が答えたものと考えられます。会話文の中ではこのように、相手が帝などの最高敬意を用いる人物でなくても、二重尊敬が多く用いられることも知っておきましょう。さて、西の御方ですが、これは西の泰に住むお方という意味です。西の泰とは神殿作りで、西側の離れのことですね。そこに住まう女人のことをここでは西の御方と言っているんですね。ちなみにこの西の御方は紀の神の妹もしくは姉だと考えられます。ここは紀の神の屋敷です。うつせみは夫である伊予之助が任国に下っている間、この義理の息子の屋敷に間借りしているのですかね。おそらくこの西のお方も伊予之助邸から移ってきているのだと思われます。ここまでの記述からすると、現在の紀の神邸には東の泰にうつせみが、西の泰にこの西の御方が住み、おそらく北の泰には紀の神の奥さんが住んでいるのでしょう。ちなみに北の方とは、神殿作りの奥に住まう奥方奥さんという意味なんですね。今回はうつせみの住まう東の泰に西の御方である野木場の荻が遊びに来て囲碁を打っているというんですね。この人物を野木場の荻と呼ぶのは、この後の第4章夕顔の巻で光源氏が彼女に送った和歌に由来する呼び方であることも知っておきましょう。さあ今回も第3条うつせみからのイラスト役でした。第1条桐壺、第2条母桐および天代の品定めの再生リストについては説明欄のリンクに貼っておきましたので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新をしています。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。